私はジェニファー・ヘイズ、35歳のインテリアデザイナーです。オクラホマ州タルサで自分の人生を切り開いてきました。ある火曜日の夜、母からのメッセージが届き、私は凍りつきました。電話も来ないで。もう終わりよ、胸が締め付けられましたが、涙は出ませんでした。私はただ、了解と返しました。その瞬間、何年もの努力が消え去ったのです。母の入院費を支払い、兄を債務から救い、苦境にあるレストランを支えてきたすべてが、一通のメッセージで消え去りました。私は常に外部者であり、創造性を選んだ娘で、家業を静かに無視されてきました。そのメッセージは、明確な境界線を引きました。もう追いかけることはしないと決めました。真夜中、画面は未読の電話やメッセージで溢れ、母の名前が何度も表示されました。私の弟ブランダンや父よりも多くの呼び出し。パニックが襲い、彼らは私が去ったことに気づいたのです。次に起こったことは、私が家族について信じていたすべてを粉々にしました。私と一緒にいてください。この物語の展開を信じられないでしょう。もしあなたも家族に拒絶された経験があれば、いいねを押し、コメントで共有し、次の展開を見逃さないようにチャンネル登録してください。タルサで育った私たちの家族は、アメリカンドリームの象徴のような存在でした。父は故郷で成功を収め、ダイナーを一つから小さなレストラン帝国に変えました。母はかつて銀行で働いていましたが、彼を支えるためにその仕事を辞め、家を切り盛りし、ビジネスのストレスが彼を圧迫するときには彼の気持ちを和らげていました。私の弟ブランダンは、4歳年下で、家族の誇りであり、両親が築いたすべてを受け継ぐ運命にありました。一方、私はジェニファー・ヘイズ、色と質感、光に心を奪われた異端者でした。父は早くから期待を明確にしました。レストランが私たちの未来だ、と夕食の席で言い放ち、反論の余地はありませんでした。ビジネスを学ぶんだ、ジェニファー、しかし、キッチンやスプレッドシートの考えは私の心を動かさなかったのです。私が望んでいたのは、人々の日々に息を吹き込む空間を創造することでした。温かく、インスピレーションに満ちた、心を持った家。高校時代、私のノートは数学の問題ではなく、フロアプランや家具のレイアウトで埋め尽くされていました。インテリアデザインを学びたいと告白したとき、父は不機嫌な顔をするどころか、笑いました。それは趣味だ、職業ではないと彼の言葉は空気を切り裂きました。母は何も言わず、窓の外に目を向け、彼に同調していました。17歳の時、私はシカゴの名門美術学校に出願し、夢が形になることを願いました。受験合格の知らせが届いた時、私は無敵だと感じましたが、父の決断は衝撃的でした。レストランに参加しないなら、自分の道を行けと彼は腕を組み、決然と言い放ちました。学費の援助も、経済的支援もなく、私と家族の間には閉ざされた扉が立ちはだかることになりました。母は小さくうなずき、その沈黙は多くを語っていました。まだ13歳のブランダンは、私の拒絶を自分の勝利だと勘違いして、得意げな顔をしていました。その瞬間、私は明確な線引きを理解しました。彼らの金のことを、私、失望の象徴としての私。私は2つの仕事を掛け持ちし、ウェーターや家庭教師をしながら奨学金の足りない部分を埋めていました。長い夜、終わらないシフト、そして学生ローンの重圧が私の日常となったのです。父は一度も私がどうやってやっているのか尋ねることはなく、母の、あなたを誇りに思うという言葉も、すぐにブランダンの半端な頑張りを褒めるために振り向くと、空虚に響きました。彼にはいつも言い訳がありました。クリスマスに大学から帰った時、ブランダンがレストランの鍵をかけ忘れ、泥棒に何千ドルもの設備や現金を盗まれたことを忘れられません。父は肩をすくめてそれを無視しました。彼は学んでいると言ったのです。同じ夜、私はデザインプロジェクトを終わらせるために家族の夕食を欠席したことで叱責されました。これが私たちの家族のリズムでした。彼の失敗は許され、私の野心は批判され、年を重ねるごとに私たちの距離は広がっていきました。父の視線は、
彼が信じる息子だけに向けられていました。たとえブランダンが気に留めなくても、母はすべてにおいて父を模倣していました。彼女の愛情は、ほとんど彼のためだけに存在しました。私は絆を保とうと努力しました。週末の電話やスケッチの写真を送りましたが、彼女はいつも気が散り、声には距離がありました。ブランダンがレストランで手伝っていると彼女は言い、まるでそれが彼を英雄にするかのようでした。私のことは、と叫びたかったけれど、代わりに黙っていました。いつか彼らが私の成果を認めてくれると自分を納得させていました。しかし、学位を取得したとき、隔たりは明白でした。タルサに戻ると、私はブティックホテルや高級住宅のデザインでしっかりとした評判を築いていました。しかし、家族の集まりは常に彼らのビジネスに集中していました。いつ私たちに参加するのと父は尋ね、私のキャリアがただの通過点のように扱われました。ブランダンは私の素敵なスケッチについて嘲笑し、母はその場で笑顔を浮かべ、決して介入することはありませんでした。彼らのひいきは固い障壁となり、まるでガラスを通して叫んでいるようでした。振り返ってみると、それらの年々が、次に起こるすべての基礎を築いていました。私は彼らの世界で自分の居場所を勝ち取ろうと必死になり、彼らの誇りに値することを証明しようとしました。しかし、努力すればするほど、真実に気づいていきました。ブランダンは選ばれたもので、私は必要とされない予備の存在に過ぎなかったのです。アートスクールを卒業した後、私はインテリアデザインのキャリアに全てを注ぎ込みました。シカゴでの経験は私の視野を広げ、空間が物語を語ることができると学びました。タルサに戻ると、私は小さなカフェのリデザインや古いダイナーを温かく迎え入れる場所に変えることから始めました。27歳の時、ブティックホテルチェーンからロビーのデザインを依頼されたことで本格的なブレイクスルーが訪れました。私は洗練されたライン、心地よい質感、そして静かな洗練を重視し、人々の注目を集めました。すぐに高級レストランや住宅所有者から連絡が来るようになり、私の名前、ジェニファー・ヘイズは地元のデザイン雑誌やブログに登場するようになりました。30歳になる頃には、6桁のドル契約を獲得し、タルサの洗練されたモダンインテリアのデザイナーとしての評判を得ていました。しかし、私のキャリアが花開く一方で、家庭の状況は異なる物語を語っていました。約5年前、母の健康が深刻な状況に陥りました。医者は厳しい言葉を告げました。治療は長く、困難で、信じられないほど高額になるだろうと。父のレストランビジネスはすでに上昇するコストに苦しんでおり、保険は彼女の必要とするもののほんの一部しかカバーしていませんでした。私はためらわず、彼女の病院代、専門医、薬代をカバーするためにお金を振り込みました。返済するからと父は電話で冷たく言いましたが、返済は来ないと分かっていました。母からの返事は短いメッセージでした。ありがとう、ジェニファー、電話も温かさもありませんでした。痛みを感じましたが、私は彼女のためにやっているのだと自分に言い聞かせました。次に待っていたのはブランダン。彼は20代後半で、食べ物トラックビジネスを始めたものの、すぐに倒産しました。彼はクレジットカードの借金を抱え、供給業者に対しても未払いで、家族のレストランの費用を補うこともできませんでした。ある晩、父から電話がかかり、彼の声は冷たく、無関心でした。ブランダンが助けを必要としている、と彼はまるで会社の命令のように言いました。そこで、私はいつものようにお金を送りました。30万円で彼の借金を消し、さらに20万円でレストランを維持しました。ブランダンは一度もそれを認めることはありませんでした。家族のバーベキューで、彼は私の貯金のおかげで状況を立て直したと自慢し、父は誇らしげに彼の背中を叩き、私はその場にいても無視されていました。これが循環となり、新しい冷蔵庫が必要になると、私は小切手を切ったのです。母の治療のためにダラスの専門医が必要になった時、私は旅行費用や相談料などすべてを負担しました。毎回、もしかしたらこれをきっかけに彼らが私を家族の緊急資金以上の存在として認めてくれるかもしれないと自分に言い聞かせました。しかし、食事の席では、
いつも会話がレストランやブランドンの可能性、父の次の体系画に戻ってしまいました。私の働きは彼らの世界ではほとんど存在しないのです。一度、母に私のホテルデザインが掲載された雑誌を見せたとき、彼女の目に誇りの光が宿ることを期待しました。彼女はちらりと見て、いいわね。でも、最近ブランドンは一生懸命働いているのよ、と言いました。その瞬間、私の心は痛みで締め付けられるようでした。母の目に映るのは、私の努力ではなく、彼女の息子の成功だったのです。私の心の中で、彼らにどれほど小さな存在であるかを実感し、胸が締め付けられる思いでした。母の様子を尋ねる電話は、いつもブランドンの最新情報か父のストレスの話に変わってしまうのです。父は何か修理が必要な時だけ連絡をよこし、私がどうしているかや私が気づいたものには一切関心を示しませんでした。今月はレストランの運営が厳しいと父が言うと、私はためらうことなくお金を移動させ、娘というよりも彼らの個人銀行口座のように感じました。ブランドンは私の成功を家族のものだと考えているとも言いました。彼は、君はすごいから、手伝ってくれないと何気なく言ったのですが、私の長い夜や無限の努力は、彼らに対する運のようなものだと感じました。振り返ってみると、お金で彼らの尊敬を買えると思っていたことがどれほど愚かだったかを実感しました。すべての支払い、すべての救済は、彼らが作り出した距離を埋めようとする私の試みだったのです。しかし、それは彼らの期待をさらに膨らませるだけでした。年月が経つにつれ、支払いの合計は数十万に達し、見返りは何もありませんでした。感謝の言葉一つ、認識の瞬間一つも得られなかったのです。すべての重圧は静かに私の上にのしかかり、いつか彼らの目に私が足りないのではないかと考え始めました。キャリアの5年目に、私はついに飛び出しました。私のデザイン事務所は繁栄し、エコフレンドリーな素材を使用した持続可能なデザイン会社を立ち上げるビジョンを持っていました。これは偶然ではなく、データ、マーケットリサーチ、そして緑のデザインがタルサのホスピタリティ業界の次の大波であることを示す詳細な計画がありました。今度こそ、彼らが私を真剣に受け止め、プロフェッショナルとして見てくれるかもしれないと期待していました。数週間かけてプレゼンテーションを準備し、予算、成長予測、長期的な収益モデルを整えました。そして、家族を自宅に招き、真剣な投資家のようにピッチする準備をしました。慣れ親しんだダイニングルームで、ノートパソコンを開き、スライドを用意して立っていると、すべてが変わる瞬間が訪れると信じていました。父はいつものようにテーブルの頭に座り、腕を組み、表情は読み取れませんでした。母はコーヒーを注ぎながら彼の周りを回り、視線を合わせることを避けているようでした。ブランドンは後ろに寄りかかり、半分聞き流しながら、すでにスマホに夢中で私の話を無視するつもりでした。彼の隣には妻のタラが座り、礼儀正しく静かに、私にかすかな同情の微笑みを向けていました。私はゆっくりと息を吸い込み、持続可能な素材が長期的な経費を削減し、エコ意識の高い旅行者を引きつけることができると説明を始めました。これによってタルサを地図に載せることができると自信を持って言いました。$20万の投資をお願いしています。利子をつけて返済します。次のスライドに進む前に、父が口を挟んできました。夢物語だなと彼は鋭い声で言い、前に身を乗り出しました。ホテルがリサイクル木材に興味があると思うのか。彼らは安さを求めているんだ。そんな贅沢な実験なんかいらない。彼の拒絶は痛みを伴ったが、私は続けました。研究結果やグラフ、クライアントの調査結果を指し示しました。ブランドンは目をスマホから離さずに低く笑い、無駄遣いのように聞こえるとつぶやき、口元にはにやりとした笑みが浮かんでいました。家の装飾を続ければいいじゃないか。と父は見下すような口調で言いました。私の首筋に熱が上がり、テーブルの下で拳を握りしめて、どれほど傷ついたかを見せないようにしました。何ヶ月もの研究や計画が一瞬で否定されたのです。母はナプキンに気を取られ、いつものように緊張感が高まる中での逃げ道を探していました。私は彼女に視線を向け、何かを求めて必死になりました。母さん、
私が何ができるか見たことがあるでしょう。これがうまくいく可能性があることを知っているでしょう。彼女は一瞬ためらい、目を伏せました。それはリスクが高いように聞こえる、ジェニファー。レストランの方が私たちにはわかりやすい。その静かな言葉は、父の爆発よりも深く私を打ちました。すべてを支払い、彼らのビジネスを救った後でも、私は依然として外部者だったのです。そして、予想外にタラが声を上げました。これは革新的だと思うと彼女は言い、ブランドンに不安そうな目を向けました。持続可能性は今、本当に重要です。一瞬希望が湧きましたが、ブランドンの鋭い視線が彼女を黙らせました。彼女は下を向き、唇を押し合わせました。父は軽蔑の手を振り、会話を終わらせました。これはお金の無駄だ。はっきり言うが、ブランドンは新しいレストランの開店に集中している。それが我々の優先事項だ、と言いました。ブランドンは得意げに背もたれに寄りかかり、まるで私が参加することに同意したことのない無言の競争に勝利したかのように見えました。私は最後の試みをしました。これは慈善事業ではないと言い、声が震えながらも力強く訴えました。これは実際のリターンがある投資です。私は地道にキャリアを築いてきた。これをうまく活かせる自信があります。父はただ首を振りました。君は自分の選択をした、ジェニファー。家族のビジネスが第一だ、ブランドンもにやりとしながら言いました。もし君がレストランに時間を費やしていたら、私たちは本気にするかもしれない。私は叫びたかった。長年、彼らの請求書を支払い、借金を肩代わりし、彼らを支えてきたのに、彼らは未だに私をスケッチブックを持った無邪気な少女として見ていたのです。部屋は狭まり、拒絶感が漂いました。私の手は震え、ノートパソコンを閉じる音が緊張した沈黙の中で響きました。立ち去るために振り向くと、タラが私と目を合わせ、静かに、ごめんなさいと口を形作りました。彼女の謝罪は、痛みを和らげることはありませんでした。帰り道、彼らの言葉が頭の中で響きました。私は何を達成しても、決して彼らに足りないとされることを証明するものでした。父の忠誠心はブランドンに固定されており、いつもそうでした。私の成功のどれだけがそれを変えることができたのでしょうか。母も静かに彼に従い、彼女の沈黙はどんな侮辱よりも鋭いものでした。アイデアの価値を見抜いたタラさえ、家族の流れに逆らうことはできませんでした。その夜、私は一人でアパートに座り、テーブルの上に広げたビジネスプランを見つめました。野心と希望のページが私を見返していました。私は家族に注いだのと同じ献身をこの計画に捧げていましたが、どちらも私を空虚にさせました。彼らの拒絶はお金の問題ではなく、私自身の問題だったのです。彼らは私という存在を信じていなかった。そしてその傷が一番深かったのです。その失敗した会議が、これから起こるすべての始まりであることに気づいていませんでした。数週間後、再び緊張した家族の夕食の後、私は決して聞くはずではなかった何かを偶然耳にしました。皿が片付けられ、私は帰る前にジャケットを取りにキッチンに入ったのです。タラはシンクのそばで立ち尽くし、手にタオルをひねりながら、顔はためらいで青白くなっていました。彼女は他に誰もいないことを確認するために周囲を見回し、近づいてきて、声を震わせながら言いました。ジェニファー、知っておくべきことがあるのと彼女は囁きました。彼女の目は、ニングルームにいる父とブランドンに不安そうに向けられていました。ブランドンがレストランからお金を取っているのとタラは囁きました。何千ドルも。これが本当に問題を引き起こしているの、私の意がひっくり返るようでした。ビジネスが苦境にあることは知っていましたが、経済のせいだと思っていました。裏切りだとは気づかなかったのです。彼は何年も前からスキミングをしているのと彼女は続けました。彼女の声は不安定でした。私は領収書や別の口座を見つけたの。彼はあなたの両親に嘘をついている。私はその場に立ち尽くし、彼女の言葉、遺言を確定させる必要がある。父の声が響いた。ブランダンだけがこの家族を支えている。ジェニファーは自分のことしか考えていない。心臓が耳の中で鳴り響く。母の柔らかな返事が聞こえた。
彼女は私たちのためにたくさんのことをしてくれたのよ、スティーブン。だが父の返事は鋭く、彼女の言葉を切り捨てた。金だ、忠誠心ではない。ブランダンが私たちの遺産だ。レストランは彼に譲る。その瞬間、空気が消えたように感じた。彼の一言で、私の存在が消え去り、すべての犠牲が無駄になった。静かに裏口から抜け出し、足元の動きにさえ追いつけないほど思考が渦巻いていた。帰宅する途中、すべてのピースが少しずつ結びついていく。タラの震える告白、消えた資金、父の揺るぎない忠誠心。あの何年もの間、母の医療費を支払い、ブランダンの借金を清算し、レストランを救ってきたのに、裏切り者のレッテルを貼られた。今、すべてが腑に落ちた。短い月々、未払いの取引先、さらなる資金の請求。ブランダンはずっと私たちを食い物にしていたのに、彼を責めるどころか、報酬を与えていた。裏切りの痛みが私の中を駆け巡ったが、まだ彼らに向き合うことはできなかった。次の日の朝、母からのメッセージが鳴った。電話も来ないで。私たちは終わった。その言葉は思っていた以上の衝撃を与え、まるで物理的な打撃を受けたかのようだった。震える手で何度も読み返した。この問題は、はや遺言のことではない。私の個人的な闘争だった。すべてを支えてきた母が、私を完全に排除することを選んだのだ。思わず、わかったと打ち込んで送信ボタンを押した。もう迷いはなかった。もうこうことはない。私を外部者として扱おうとする人々を追いかけることはしなかった。距離を置きたいなら、彼らの望み通りにしてやる。銀行アプリを開き、維持していたすべての金融的なつながりを断ち切り始めた。母の医療費の支払いをキャンセルし、ブランダンの借金の移行を止め、レストランの光熱費も私の責任ではなくなった。30万ドル以上が、感謝も認識もなく消え去っていった。最後の確認をクリックするたび、解放感と怒りが心を打ち抜いた。お金を断つだけではなく、彼らが私を見てくれる日が来るという幻想も断ち切った。安堵が押し寄せてきたが、それは鋭くて馴染みのない感覚で、悲しみと絡み合っていた。しかし、その裏にはタラの震える言葉が警告のように響いていた。ブランダンは何年も盗んでいる。彼らはどれだけ知っていたのか、疑念が消えなかった。母と父はブランダンの盗みを見て見ぬふりをしていたのか、それとも本当に騙されていたのか。どちらにせよ、彼らの忠誠心は明らかだった。私をためらうことなく選び、ブランダンを選んだのだ。タラに連絡して答えを求めようかとも思ったが、やめておいた。彼女は真実を語ることで十分リスクを負っていたし、ブランダンに対する彼女の忠誠心がどれほど残っているのかもわからなかった。暗闇の中で横たわりながら、母のメッセージが何度も頭の中で繰り返される。私たちは終わった。それは単なるテキストではなく、判決だった。彼らは境界線を引き、私はその向こう側にいた。しかし、もはや証人の小さなかけらを求める必死な少女ではなかった。自分の力で人生を築き上げ、今やそれを守る準備ができていた。彼らの裏切りは私の中に激しい炎を灯し、今度こそそれに飲み込まれることはなかった。真夜中、私の電話が花火のように光った。未応答の電話、留守番電話の通知、メッセージの洪水。まずは母の名前、次にブランダン、最後に父の名前。パニックが広がり、その理由も明白だった。彼らはついに、自分たちが何年も頼っていた安全網が消えたことに気づいたのだ。電話には出なかった。ソファに座り、何度も光る電話を眺めていた。すべての振動が私の胃の中の結び目を締め付けていた。何年も彼らを支えてきたのは私だった。すべてを崩壊から守るために。今、ついにその線を抜いたのに、亀裂が速やかに現れ始めた。最初のブランダンの留守番電話は鋭く苦々しかった。あなたは本当に歩き去れると思っているのか、ジェニファー、と彼は叫んだ。あなたは自己中心的だ。私たちをこんな風に置き去りにするなんて、自己中心的。その言葉に思わず笑いそうになった。私が払ったすべて、犠牲にしたすべて、私が自己中心的だと。
レストランは私のおかげで存続し、彼の借金は私の金で清算された。それでも彼は被害者のように振る舞うことができるのか。次のメッセージは冷たく、計算された口調だった。あなたはこれを後悔することになる。彼は静かに言った。必要なら法的措置を取る。そのメッセージは削除した。心は落ち着いていたが、脈は早まっていた。法的措置。何のために？何年も彼らを支えてきたことに対して、その皮肉はほとんど笑えるほどだった。そして、母からのメッセージが次々と届く。罪悪感と非難の雨だ。どうして私を裏切るの？ジェニファー、一つのメッセージが読まれた。私がどれだけ苦しんできたと思っているの？あなたは自分の母を見捨てるのを、続けて別のメッセージが来た。私はあなたをこう育てた覚えはない。画面を見つめた。彼女の言葉は、まるでナイフで刺すように意図的だった。彼女はいつも、私たちが深夜に交わした会話を感情的な武器として使ってきた。かつては愛を感じていたものが、今では支配に見えた。返事はできなかった。返すことは拒否した。再び罪悪感と義務のサイクルに引き戻されることはなかった。午前1時、再び電話が鳴った。今度は父の番号だった。私は出なかった。留守番電話に任せた。スピーカーから彼の声が大きく、命令のように響いた。何十年も私たちの家を支配してきた声だ。ジェニファー、これを解決する必要がある、と父は言った。彼の口調は冷たく、私が仕事でミスを犯した労働者のように扱った。レストランはあなたの助けなしには生き残れない。私たちにそれだけのことを負っているのか。私は30万ドル以上を与え、数えきれない時間を費やし、自分を失うほど支えてきた。彼らは私を遺言から消し去り、私の業績を無視し、ブランダンを彼らの後継者として体感した。その嘘をつく彼にもかかわらず。なのに私は借金を背負わされている。留守番電話を保存したのは、後悔からではなく、証拠として、彼らが選んだ人々の記録としてだった。日の出とともに、メッセージは依然として洪水のように押し寄せていた。ブランダンが再びメッセージを送ってきた。彼の言葉は即可能でありながら冷酷だった。あなたがこの家族を引き裂いている。これはあなたのせいだ。彼が怒りながら、電話を握りしめている姿が目に浮かんだ。自分の欺瞞ではなく、私がそれを清算しようとしないことに怒っている。タラの名前が一度、画面に表示された。留守番電話もメッセージもなく、ただ一度の未応答が質問のように残った。タラが忠誠心と良心の間で悩んでいるのか、ブランダンの嘘を知りながらも再び声を上げるのが怖いのか、考えずにはいられなかった。次に母の留守番電話が届いた。彼女の声は今や柔らかく、震えていた。ジェニファー、お願い、彼女は言った。声が崩れそうだった。私たちは家族じゃない。あなたは私たちを見捨てることはできない。その瞬間、彼女を信じたくなったが、彼女の以前のメッセージ、私たちは終わったの記憶が深く焼き付いていた。家族がそんな風にあなたを切り捨てることはない。すべてが終わった後に。午後、父が再び電話してきた。直感に反して出てみたが、彼が何をしたかに気づくことを期待していた。しかし、彼の言葉は命令のように響いた。あなたは母の健康を危険にさらしている、と彼は鋭い口調で言った。治療は高額で、レストランはかろうじて営業している。あなたは立ち上がる必要がある。遺言やブランダンの盗み、私が犠牲にした年月については何も言われなかった。ただ、さらなる要求が続く。私は電話を握りしめ、声を整える。私は何年も立ち上がってきた、父。もう終わりだ。彼の返事は一瞬の沈黙の後に返ってきた。あなたは私たちがどうなるかを見れば、気が変わるだろう。私は何も言わずに通話を切った。その音は決定的で、私の決意は強固なものだった。しかし、メッセージは止まらなかった。次のブランダンのメッセージは、純粋な私はそのメッセージをじっと見つめ、彼が自らの嘘を守るためにどこまで行くつもりなのかを悟った。再び彼からのメッセージが届き、思わず目をひんむいた。
彼らを裏切ったという事実。皮肉なことに、この思いは私にとって耐え難いものだった。何年も彼らの重荷を背負ってきたのに、彼が選んだ物語はそれだった。次に母からのメッセージが届いた。懐かしさに包まれた内容だった。初めてのスケッチを手伝ったことを、覚えてる、と彼女は書いていた。私はずっとあなたを支えてきたと。しかし、実際には、彼女は私が本当に必要としていた時に、私を守ってくれなかった。私の夢を嘲笑い、成功を軽視した時にこそだった。彼女の支援は常に条件付きで、今や彼女の記憶すらも罪悪感を和らげるために書き換えられているように感じた。私は何も言わなかった。すべてのメッセージ、すべてのボイスメールは、私を彼らの混沌へ引き戻そうとする試みでしかなかった。彼らが私を恋しく思っているのではなく、私が提供していたものが必要だったのだ。初めて、私はそれを真実として理解した。再び銀行アプリを開き、キャンセルされた振り込みのリストを確認した。母の医療費は消え、ブランダンの借金救済も終了した。父のレストランの請求書も、もう私の心配事ではなかった。彼らの承認を得ようとした何年もが、ここに私を導いていた。そして、その瞬間、私はようやく理解した。彼らが欲しかったのは尊敬ではなかった。彼らが求めていたのは、支配だった。支配。それが常にそうだった。そして、私はもうそれを与えるつもりはなかった。週の終わりには、彼らのパニックは混乱へと変わった。怒り、罪悪感、脅迫のメッセージが飛び交った。しかし、私は揺るがなかった。私の決断は復讐ではなかった。それは自己防衛だった。私はもはや彼らの命綱ではなかった。私はジェニファー・ヘイズだった。彼らのバックアッププランでいることは終わった。1週間後、私はタルサの小さなカフェで彼らと会うことに同意した。最後の会話は和解のためではなく、終結のためだった。私が中に入ると、緊張感が静電気のように空気を満たしていた。父、母、ブランダンが隅のテーブルに集まっていた。タラの椅子は空いていた。彼女は以前に謝罪のメッセージを送っており、混乱に耐えられないと言っていた。私は座り、肩をまっすぐにし、心を落ち着けた。彼らの承認を渇望していた私のバージョンはもう存在しなかった。私は彼らを見つめた。かつて私の愛をすべて持っていた3つの顔が、今では私が成長したことを思い出させるだけだった。私は持続可能なデザインプロジェクトを売却したと私は始めた。声は平静で意図的だった。全国的な企業がそれを100万ドルで買った。彼らの目が私に釘付けになり、驚愕した。しかし、私は彼らに回復する時間を与えなかった。私はそれをゼロから築き上げたと平然と言った。あなたたちの金銭的支援もなく、あなたたちが投げつけた疑念にもかかわらず、父の顎が引き締まり、頬の筋肉が痙攣した。母はテーブルに目を落とし、ブランダンは椅子の中で子供のように落ち着かない様子だった。私はあなたたちに全てを捧げた。私の時間、私の金、私の信頼、そしてあなたたちはそれを投げ捨てた。あなたたちはブランダンを選んだ。彼があなたから盗んだ後でさえ、私はタラの名前には触れなかった。彼女には影響を与えるべきではなかった。ブランダンの顔は真っ赤になった。嘘をついていると彼は怒鳴った。あなたはただ嫉妬している。私が成功するのを見たくないから、私たちを引きずり下ろそうとしている。私は彼の視線をじっと見返した。レシートは嘘をつかない、ブランダン。私はあなたが何をしたかを正確に知っている。母の手が口元に飛び、目を大きく見開いたが、彼女は黙っていた。父の反応は鋭く早かった。彼の声が空気を切り裂く。この家族を判断する権利はないと彼は言った。彼の口調には、私にまだ通じると思っている権威が満ちていた。あなたは家業を離れたと父が反論した。私は短い、苦々しい笑い声を漏らした。私は離れたのではない。違う、父さん。あなたが私を追い出したのです。あなたは私を遺言から消し去り、不忠だと呼びました。その時、
母が身を乗り出し、いつものように物事を円滑に進めるための柔らかい声で話しかけた。ジェニファー、私たちはあなたの家族よ。今、あなたが私たちに背を向けることはできない。私は彼女の目をかすめることなく見つめた。あなたが最初に背を向けたのよ、母さん。そのテキスト。私たちは終わりよ。それはあなたの選択だった。彼女は顔をしかめ、涙が溜まった。しかし、私はそれに動じなかった。私はあなたたちの安全網を終わりにする。私は尊敬に値する。罪悪感の押し付けではない。もしそれができないなら、私たちはおしまいだ。ブランダンは低く鼻で笑い、椅子に身を預けた。あなたは私たちよりも優れていると思っているのか。あなたは何を失ったかを理解したとき、戻ってくるだろう。私はただ首を振り、今までにないほど冷静だった。いいえ、ブランダンと私は静かだがしっかりと言った。戻らない。私は椅子から立ち上がり、足がタイルに引っかかり、音が緊張した沈黙の中で響いた。これが最後だと私は続けた。もうお金はない。電話もない。二度目のチャンスもない。父の表情は厳しくなり、声は冷たくなった。これを後悔するだろう、ジェニファーと彼は言った。これは1週間前にブランダンが私に言ったのと同じ言葉だった。私は返事をしなかった。ただ振り返らずに歩き出し、ドアが私の背後で閉まった。胸は重かったが、何年ぶりかで息ができた。振り返ることはなかった。1年後、友人を通じてタルサで何が起こったかの話を聞いた。家族のレストランは倒産した。破産申請、閉店、私がかつて提供していた安全網なしでは支払えない負債。ブランダンの秘密口座が明らかになり、訴訟が続いた。業者が彼を法廷に引きずり出し、真実がついに明らかになった。何年もの盗みが言い訳と魅力のもとに埋もれていた。母と父は隠遁生活に入った。彼らの帝国は、記憶と後悔だけの存在に過ぎなくなった。タラは後にブランダンを離れ、どこか新しい場所で新たにスタートを切ったと知った。私は一度も電話をかけず、連絡を取らなかった。その生活の一部は終わった。私はすべての痛み、教訓、力を自分のデザイン会社の成長へと向け、ついに完全に自分のものを築いた。プロジェクトの売却は、かつて夢見た扉を開いた。私はビジネスを拡大し、チームを作り、海外のクライアントと仕事を始めた。私の人生は完璧ではなかったが、それは私のものだった。彼らの支配によって形作られたのではなく、私の条件で作られた。私は境界を設定することで本当の平和を乱し、家族よりも自分を選ぶことができた。彼らの裏切りの痛みは完全には消えなかったが、私の人生を操ることはなくなった。時間が経つにつれて、私は何か重要なことに気づいた。尊敬は内面から始まる。私は何年も彼らの承認を追い求め、犠牲と成功を通じて自分の価値を証明する必要があると信じていた。しかし、どれだけのお金や努力をかけても、彼らが私についてすでに書いた物語を書き換えることはできなかった。離れることは、個中心的ではなかった。それは生き残りだった。それは、私自身の価値を認識し、条件付きの愛のために戦うのをやめる方法だった。私の物語を聞いているなら、あなたもこれを心に留めておいてほしい。家族は終わりのない耐久テストであってはならない。それはあなたを高める絆であるべきで、あなたを消耗させるものであってはならない。そして、それがそうでなくなったとき、あなたは一歩引く権利がある。私の話を聞いてくれてありがとう。この瞬間を共有してくれてありがとう。この物語を語るのは簡単ではなかったが、それが真実であり、私のものである。あなたの意見を聞きたい。自分の家族との境界線を引かなければならなかったことはありますか？あなたの経験をコメントで共有してください。あなたの物語は重要であり、最後まで聞いてくれた皆さんに心から感謝しています。